さくらもえ、入社して9ヶ月、すっかり手際も良くなった。さくらくん、いい仕事ぶりだね。課長、なんか企んでますか？鋭い。実は君のほら、いつも出てくる厄介な神様。ガベル様のこと？何せ働き方改革で法律が変わったでしょ。その辺をちょっと教えてくれないかと思って。それならガベル様お願いですよ。はい、ガベル様お願い。どうやら私の出番のようである。私は労働法の神様。何でもお聞きください。はい。ほら、今度残業時間の上限を決めちゃったでしょ。あれ分かりづらいんだよ。私も聞きたい。残業の多い岡ちゃんさんも連れてきました。よろしくお願いします。まあさくらくんは残業ほとんどないけどね。残業の多い少ないは関係ないでしょ。その通りです。以前サブロク協定についてはお話ししましたよね。覚えてますか？はい、もちろんです。今まではサブロク協定で定める残業時間の上限は月に45時間、年に360時間までという基準がありました。しかし特別な事情がある場合の残業時間には法律上の上限はありませんでした。そのため働きすぎて健康を害する人が後を絶たなかったのです。そこで残業時間の上限を法律で規制することにしました。健康が一番よね。もちろん。もし何か特別な事情がある場合でも年に720時間以内、月100時間未満、複数月の平均が80時間以内が上限になりました。岡ちゃんさん、毎日残業してますよね。大丈夫ですか？月80時間っていうとどのくらいだろう。毎日4時間程度の残業をすると月80時間です。そこまではしてないかな。でも岡ちゃんさん、休日も出てますよね。さくらもえ、いいところに気がつきました。この月100時間、平均80時間というのは休日労働も含むのです。そこだよ、ややこしいのは。休日は週に1日、4週間で4日与えられることが法律で決められています。この日に働くのは休日労働と言いますが、それを含んで計算するのです。そうすると僕働きすぎかな。超えるとどうなるんですか？命令をした人は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となりかねませんよ。課長、前科がつきますね。命令したのは私ではない。もうそもそもなんでこんなややこしい数字が出てきたんだ。課長さん、過労死基準はご存知ですね。もちろん。月100時間または月平均80時間という残業時間は過労死との関連性が強いとされる数値だからです。死にたくないよ。私も。課長さん、社員の健康を守るのも会社の責任です。どうか慎重にことに当たってください。君たち仕事しなくていい。そういうことではなく、法律の上限に関わりなく、残業や休日労働は必要最低限にとどめることをお忘れなく。返事ははい。はい。